皆さんこんにちは。今回は年末年始企画の第2弾ということで、2024年に投資テーマとしてマーケットあるいは機関投資家の注目を集めてくる要素というのを3つに分けてご紹介している第2弾。前回は ROE 基準に代わる株主資本コストの概念、エクイティスプレッドというのをご紹介しましたけれども、今回は第2弾で株主還元についてですね、特に日本株では配当、この利益に対する割合、配当成功や株価に対する割合、配当利回りといった基準を一律に設定して銘柄比較するというやり方では情弱になってくる。当然企業ごとに特徴というのは変わってきますので、最適な資本構成というのも加味してあげた上での株主還元ができているか、そんな評価軸で見てあげなければいけない。なぜかというと、株主還元に用いている金額というのが、その企業にとって本当に妥当なのかというのを判断したいわけです。ということで、今回もぜひ最後までお付き合いください。先ほどから株主還元と申し上げていますけれども、大きく分けて2つあります。一つは配当、そしてもう一つは自社株買いですけれども、第1弾の動画でも申し上げた通り、PBR を向上させるために自社株買いを行って、バランスシート上の株主資本を減らすというやり方が非常に流行っていますけれども、株主還元という観点から見ると、やはり株主にとってメリットが大きいのは目先の自社株買いよりも配当になってきます。横の項目には配当政策あるいは自社株買い、縦にはそれぞれの政策が行われた時の株主の企業に対する期待リターンと企業の期待成長率というのがそれぞれ上段下段で表現されています。こちらの比較の趣旨としては、企業が手元にお金が余っていますよという時に、配当を増やして還元するのか、自社株買いで還元するのかによって、その企業の今期あるいは翌期に対する期待リターン、あるいは成長率がどのように変化しているかという比較になります。例えば、企業が手元に余らせている資金を配当だけ増やした時というのがこちらの列。逆に配当は据え置きで自社株買いに使った時というのがこちらの列になります。そうすると期待リターンあるいは成長率ともに増配を行った時というのは当期から翌期にかけて 1% 以上の向上が見られるのに対して自社株買いにお金を使った時というのは足元では株価に対してプラスの影響ありますけれども期待リターンや成長率に対してはマイナスのインパクト、つまり自社株買いが来年以降のその企業の価値を向上させるというふうには評価されていないわけですね。こういったところを見ると、配当政策で増配を行っている企業というのは、やはり増やした配当を今後も維持するためには、当期実現した高い収益性を翌期以降も維持するだけの体力があるというふうに見られるきっかけになるわけですね。自社株買いというのはやはりその時に余っているお金はあるけれども将来は評価されないわけです。ということで後ほどデータ分析を行う際には株主還元の中でも配当にフォーカスしたデータを用いていきたいと思います。さて今回の主なテーマである最適資本構成の考え方について、ざっくりとイラストで申し上げますと、それぞれの企業には毎期キャッシュフローが発生します。売上高から始まり、売上原価や販管費などを除いていく。最後に残るのは当期の純利益ですね。その過程で、例えばステークホルダーの一つである従業員に対してちゃんと報いているか、人件費は適正な割合になっているかというのが、主に販管費、あるいは一部売上原価にも入ってきますが、このあたりの収益性とのバランス、あるいはステークホルダーの中でも最も最後に回される我々株主に関しては、今回のメインテーマである配当について当期純利益からの捻出割合というのは適正になっているのか、一般的には利益のうちの3割から5割というのを配当成功として出してほしいとよく言われます。あるいは配当利回りで見ている方ですと 3.5% から 5% ぐらいが目標として最も設定されているラインでしょうか。ただご覧いただいている収益がこの企業を毎年同じように上げられる特徴を持っているのか、そういったところも含めて財務状況を加味した配分バランスというのを考えていくべきというふうになっているわけですね。例えば債務比率が非常に高い銘柄なのに内部留保せずに全部純利益を配当として配りますとなったら、投資家はその時は嬉しいですけれども、将来の企業活動に関して本当に正しい配当政策なのか、逆にですね、あまり債務比率も高くない、新規事業を行っているような様子もないのに、当期純利益のわずか数%を配当で配って残りは内部留保している。そんな企業は株主からするとおかしいなと思うわけですね。
ということで少し触れましたけれども、今回それぞれの企業が配当の比率に対して適正割合になっているかどうか判断するのに、一つ大きなテーマがバランスシート上の負債の割合ですね。もし負債の比率が資本よりもかなり大きくなっていれば、利益を上げていたとしても、そんなに配当に回すべきではない。逆に自己資本が非常に高い健全性の高い銘柄であれば、高い配当成功を求められるわけです。また別の観点から、先ほど新規事業と少し申し上げましたが、例えばですね、スタートアップ企業の銘柄、今非常に小さな会社として始まったけれども、新進気鋭の今後成長していくような銘柄というのは、基本的には上げた利益を次の事業投資に回していってほしいわけです。そして、だんだんと企業が成長して、中堅企業、あるいは大企業まで育った時には、今度また新規事業を立ち上げて会社を作る。そんな企業にもライフサイクルというのがあるわけで、それぞれの企業がどのステージにいるかによって、配当の考え方というのは変わってきますね。そして冒頭申し上げた配当成功 40%、配当利回り 3.5% といった一律の判断基準。これによって最適資本構成の考え方が遅れているのが日本株のマーケットです。最近は株主還元についてやいのやいのとよく言われるようになったので、ちゃんと配当成功3割から4割を維持していますよとアピールする銘柄が多くなってきていますけれども、例えばアメリカの S&P500 と日本の大企業500銘柄比べますと、なぜ日本のマーケットで配当成功 35% とやいのやいの言われるようになったかと言いますと、アメリカの企業の平均値がそのあたりに来るからなんですね。ただ平均と言っても中の具体的な構成というのはご覧のように全然違うわけです。例えばアメリカの株、青の棒グラフですけれども、配当成功 0% の企業というのが一番多くなっています。一方で利益のすべてを配当に回している 100% という企業もそれなりに見受けられる。両端がそれなりに大きくなっていますね。これが企業のステージ加味した配当の出し方。0% というのは当然新規事業を行っている、あるいは企業を立ち上げているような銘柄。事業投資に資金をすべて回しているという銘柄ですね。一方で100% 還元している銘柄というのは大企業を中心、新規事業をそんなに立ち上げているわけでもなく、毎年毎年同じように安定した収益性を得られるような銘柄というのが全て株主還元に利益を回しているわけですね。一方で日本株オレンジの棒グラフをご覧いただきますと、3割から4割のところが非常にボリュームゾーンになっている。これが示していることというのは、要するに株主がギャーギャーと配当成功について言い出したので、一般的に言われる基準である 35%、これを目標に各企業が右へ習えという形で、とりあえず合わせているだけと、何も最適資本構成の考え方なんか頭に入っていないというのを表したグラフになっています。では日本株の中で最適資本構成に沿ったような形の配当政策を取っている銘柄をなるべく選んでいきましょうというのが今回のデータ分析の主題になってきます。そこで各企業の財務状況がどれくらいの健全性を持っているかというのを計算する3項目がこちら、ネット DER、ネットデッド割る EBITDA、自己資本比率。これは格付け機関も用いている指標ですけれども、このネット DER というのは簡単に言うと、負債のうち今手元にある現金や換金性のある資産、返そうと思えばすぐに返せる分を差し引いて株主資本と割った時の比率ですね。これがマイナス 0.3 から 0.3。この範囲内に収まるものが健全性が高いと評価されます。2番目のネットデッドというのは先ほどと同じ負債のうち返せる分を差し引いた金額。それを EBITDA、これを用いて割ることで返しきれない負債があと何年分の利益で賄えますよという指標になります。これが0から3年の範囲内。そして自己資本比率というのはバランスシート上の負債と自己資本の割合ですね。これが 35% を超えてくる。これが格付け機関でも評価される健全性の高い財務状況と言われます。そうするとその上で配当成功が 30% から 50% になっているか。ですので、例えば負債の比率が高いような健全性の悪い銘柄であれば配当成功はこのレンジから外れていても企業の姿としてはあるべき形だよねということになるわけです。逆に過剰な健全性、ご覧いただいている中でも全ての指標項目をクリアしていて自己資本比率が非常に高いような銘柄というのは配当成功 50% の上限に関わらずもっと出せるでしょというふうに評価するべきなんですね。
例えばトピックスの各銘柄で財務の健全性と配当成功をグラフにプロットしてみますと、ちょっとプロットの数が多くなってしまったので、ドットが苦手な方は飛ばしていただいた方が良いかもしれません。グラフとしてはこんな形になります。縦軸がですね、配当成功の比率、利益のうち何%を還元しているかですね。そして横軸は財務スコア。先ほどの3項目を業種ごとに標準化したものを使って3項目同じ重みで足し合わせたものです。例えばですけれども赤の直線、これは何を示しているかと言いますと、財務スコアが非常に健全性として平均的、つまりちょうど真ん中0ですね。そしてこちらの標準偏差ですので1のところでだいたい7割型の企業が含まれてくるということは、財務スコア1というのは非常に健全性の高い銘柄ということで、この1のところで配当成功80を記録する、そんな直線を引いてみますと、当然直線の左下の方に行くにつれて財務スコアというのは悪くなっていきますので、配当成功としてはあまり配られない。企業としては事業投資あるいはスタートアップのような財務環境があまり余裕のないような銘柄ですね。一方で財務スコアの高い方に関しては安定的な収益を上げられるような大企業、ディフェンシブの銘柄というのはこの辺りに入ってきて、なるべく配当成功を高い割合で出してくれよというのを表現したのが赤の直線になります。ですので財務スコアがその間に来るような銘柄というのは、この直線上のどこか楕円形の面積の中に入ってくるようなところでプロットされている銘柄というのが自社の資本構成に応じた配当成功の割合になっていると考えられるわけですね。そしてこの直線よりも左側の方向にどんどんと乖離していく、直線から離れていく方向にプロットされている銘柄というのは、財務の健全性比べて配当を出しすぎていますよという銘柄ですね。そして逆に右下の方に直線から離れていっている銘柄というのは、財務の健全性と比べると配当成功が少なくなっていますよという銘柄になってきます。こういった観点から各企業の持っている財務スコアに応じた目標とすべき適正な配当成功、つまりグラフでご覧いただきますと、赤の直線上の配当成功ですね。これが実現できているかどうかという観点で銘柄評価を行うのが今回のテーマである最適資本構成の考え方です。それでは具体的な銘柄ご覧いただきますと、まずはトピックス上から順番に大型な銘柄を並べています。ちなみに銀行はバランスシートの評価が他の一般銘柄と違って一律基準で比較できませんので、金融関係については除いています。大型株の順番にトヨタ自動車、ソニーグループ、キーエンス、NTT と並んでいますけれども、そして項目は順番に先ほどご紹介した3項目、ネット DER や自己資本比率、これを用いて財務スコアを業種ごとの標準化で計算します。そしてその一つ横、配当成功というのが実際に各銘柄が配当を行っている利益に対する比率、そして財務スコアから先ほどの赤の直線ですね。これで導かれる理想値というのがこちら。この2つを差し引きした理想からの乖離というのがこちらになっています。ご覧いただいている表では乖離は直線からの距離になっていますので、絶対値をとっています。これが小さければ小さいほど理想に近いという形ですね。そうすると、トヨタ自動車やソニーグループの配当成功というのは、一律基準ですと低い数値になっていますが、理想値からはそんなに大きくかけ離れていない。最適な資本構成に沿った配当になっていると評価できるわけです。一方で3番目のキーエンスに至っては、財務スコアがいいにもかかわらず、配当成功は 20% にとどまっており、理想値の 53% からは実に 30% 以上も乖離しているということで、キーエンスなんかはもっと配当を出せよと言われても仕方のない割合になっているわけですね。トピックス順7番目の東京エレクトロンなんかは配当成功 60% に迫る高配当銘柄になっていますが、理想値は 46% ということで配当を出しすぎているんではないかと、そんな見方をする分析ですね。それではこの乖離幅が小さい銘柄というのを上から順番に並べるとこちらです。ご覧いただいているような銘柄はほとんど理想値と配当成功が乖離していない最適資本構成の考え方に沿った配当を出している銘柄になります。大型株ですとキリンホールディングスや旭化成、小型株だと共同印刷や日本アクアといったところも混ざっており、企業の大小に関わらずご覧いただいているような銘柄は非常に財務スコアに沿った数値となっているわけですが、マイナスな言い方をしますと、冒頭ご覧いただいた右へ習えの3割から4割あたりの配当成功。
これが財務スコアの健全性0近辺に来ている銘柄が偶然そこの理想値に当たっているというような言い方もできるかもしれません。これだとあまり面白くないので、一番右側の乖離のところをですね、絶対値ではなく普通に引き算をして、マイナス幅が大きいものをご覧いただきますとこちらになります。先ほどのプロットのグラフで言いますと、赤の理想のラインからマイナス方向に乖離しているので、右下の方に離れていっている銘柄、財務の健全性の割には配当が少ないよという銘柄がこちらのランキングになります。そうすると一番頭に来るのがルネサス。いくら半導体銘柄とはいえ、配当ゼロというのはちょっといただけないんではないか。財務スコアも比較的高いですし、多少は配当を配っていただいてもいいんではないかと。一応データ上から配当を復活しそうということで、今後株主還元が増えることを期待したい銘柄ですね。その他にはマキタ、日本電機、東邦ガスと結構保守的な銘柄が目立ちます。逆にご覧のような銘柄でどこか大株主がいるようなところだと、その物言う株主となってくれれば株主還元もっと出すべきだろうと問題提起されて増配に向いてくる。そうすると長期投資としての株価の向上も期待できるわけです。大株主に物言われたから自社株買いしますとなると、ちょっと嬉しいですけれども、増配よりは効果が薄いということで、そういった観点で大株主が手をつけてきそうな理想値から配当成功が乖離している銘柄を探すというのも面白い投資戦略かもしれません。ということで、こちらの分析結果もそれぞれの銘柄に付与していって、次回3部作最後に銘柄選択していく際に使っていきたいと思います。ということで、今回は第2弾、配当成功や配当利回りを一律の基準で判断するのは情弱。企業ごとの最適な資本構成を加味した上で、それぞれの企業にあるべき配当成功の政策になっているのか、アメリカの市場と比べても日本のマーケットではこの最適資本構成の観点がまだだいぶ遅れているということなので、2024年以降注目を集めてくれば是正の方向に向かうと思われる銘柄に投資妙味があるというお話でした。次回3部作の最後では長期的に株価を向上させる2つの要素というのを取り上げて、最後3部作すべてで理想的な条件を満たしている銘柄というのをピックアップしていきたいと思いますので、ぜひ高評価、チャンネル登録していただいてお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。